どうもクピオです。今日なんですけど、この新型トレーラーで車中泊に行ってきます。こちらは愛知県エムズアートさんの軽トレーラーです。軽量コンパクトなので牽引免許なしで公道走行可能です。計4ナンバーで車検は2年に1回です。この高さは150センチです。車内はシンプルな作りで自分好みにカスタマイズできそうです。4名就寝なので家族使いも可能です。一番の売りはこれ、なんと電動ポップアップなんです。ここのスイッチですね。これを押すと上に上がります。今日は後でポップアップ開けて車中泊してみます。そしてエムズアートさんといえばビルトイン 12V クーラー、ここのサイズに収まっています。もう全然厚みもありません。で、面白いのがこの冷風の送風口なんですけど、こんな感じで上部に6箇所あります。これはかなり冷房効きそうですね。クーラーも標準装備、リチウムバッテリーも標準です。このボディが全面断熱なんで冷房や暖房もよく効きます。価格は約300万円ということでかなり良さそうなんですが、問題は運転ですよね。軽トレーラーということで小さいんですが、牽引して上り坂登れるのか、駐車場でバック普通にできるのか、今回実際にスーパー行って買い出しして温泉入って車中泊します。普通のキャンピングカーと同じコース行ってみます。走行してみて問題なさそうでしたら高速道路も走ってみたいですね。自分自身初めてトレーラーで旅に行くのでワクワクしています。新境地開発となるのか、普段はこういったキャブコを乗っているキャンピングカー乗りが初めてトレーラーで車中泊してみてハマるんでしょうか。自分自身楽しみです。トレーラーヘッドはトヨタのノアです。車中泊アイテムは一旦ノアの方に載せています。ここが連結している部分ですね。先ほど切り離し方と接続の仕方教えてもらいました。意外と簡単で3分ぐらいでできそうです。それでは安全運転で行ってきます。うわぁ、めちゃくちゃ緊張した。なんか手に汗かいてます。初めて運転免許取ってドライブしている、そんな気持ちです。ただトレーラーを牽引している、そんな感じしません。バックミラー見たらトレーラーがあるっていうのが気づくぐらい、そのぐらいスムーズに動いてくれてます。ノアのエンジンは2リッターのガソリンエンジンです。ある程度パワーもトルクもありますんで、パワー不足は全く感じません。路面のギャップですよね。ガタンガタンするときにトレーラーも跳ねたりして乗り心地悪いんじゃないかなと思ってたんですけど、乗り心地は普通の乗用車です。なんか拍子抜けしました。左折です。約90度。今20キロです。おー、後ろ見たらしっかりついてきてます。普通ですね。全然問題なく曲がれました。そんなに内輪差とかもあるように感じません。やっぱりこの辺軽トレーラーなんで全長が短いのが功を奏してるかもしれません。はい、25キロからブレーキちょっと強めに踏んでみましたが、普通に効きますね。全然問題ないです。こちらもなんか聞くところによると、ブレーキを踏むと後ろのトレーラーもブレーキがかかるようです。もうかなりブレーキの効き悪いんじゃないかと想像していたんで、これは意外です。それでは次スーパーへ行きます。買い出ししてくるんですけど、なんか駐車緊張しますね。一つ一つが初体験なんで緊張します。うわ、道間違えてめちゃくちゃ狭いとこ入ってしまいました。でも走れます。行けますね。はい、ここのスーパー行きます。さあ、いいとこ空いてるかな。なんか2個縦に空いてるとこないですね。この輪止めがあるんでダメですね。さあ、第2駐車場来ました。こっち広くて車少ないんで、この端のところ止めてみます。ちょっとバックの方向がわかんないですね。思った方向に逆になるんか。そっか、逆に曲がるんですね。これはちょっと頭が最初バグりますね。はい、もう前から突っ込んじゃいました。なんかハンドルこう回したら後ろはこう来るんですけど、なんか逆になるんですよね。でちょっとね、逆回してもなんかこっち側になったので、最初なんでもうちょっと頭から入れちゃいました。バックはこれ練習が必要ですね。やっぱりこの1台分出ちゃいますんで、縦に2台空いてるとこあったらよかったんですけど、なかったんで今回端の一番邪魔にならないところ止めました。第2駐車場でもう全然車も溜まってないんで大丈夫だと思います。一応店員さんに聞いてから買い物してきます。
でトレーラー自体のサイズなんですけど、全幅が 1460mm で全長こちらが 2540mm、 全高が 1510mm です。全幅横幅が1460なので、どんな車でも絶対中に入ってますんで、この前の車が通れる場所は絶対通れます。いやー、しかし初めての運転、本当に緊張しました。ただ30分から1時間ぐらい運転していたら、もう直進やカーブするだけならもう全然問題なく運転できます。バックだけまだ後で練習しないとダメですね。こっち側がスーパーの目の前の駐車場なんですけど、ここ輪止めなかったらもうこのまま頭から突っ込んで止めるんですけど、輪止めあったんで止めることができませんでした。トレーラーで街中のスーパー行くときはこの輪止めあるかないかもチェックしないとダメですね。あとは空いた隅っこが空いてたら止めやすそうです。大きいキャンピングカーも駐車場の悩みあるんですけど、トレーラーもそれなりに駐車場の悩みはありますね。いろいろ美味しそうなもの買ってきました。それでは冷蔵庫の中に収納します。はい、OK 冷蔵庫用意してくれていたんで全部入りました。今3面網戸にしてるんですけど、窓が大きいんで、しかも3つありますんで、すごい広く感じます。実寸以上になんか広く感じます。しかもこれ後ろの扉も開きますんで、景色のいい場所でここ開けたら最高に気持ちよさそうです。照明は結構数ありました。この一番上のシーリングライトみたいなのが1つと、で端っこにスポットライトが4箇所あります。で足元なんですけど、間接照明があります。これ結構夜でも明るいと思います。美味しいものたくさん買ってきたんで、今から夜の宴が楽しみです。パッと見収納があんまりないような気がしますが、このソファ下全部収納になります。こっち側とこっち側ですね。で一番奥のところはバッテリー入ってますんで物は入れられません。でこのビルトインの 12V クーラーの下、ここですね、ここも軽く収納があります。収納は以上なんですけど、ここのソファーの下が木の板もありますんで、ちょっとアクセスしにくいんですよね。この上のマットも取らないといけません。なんで自分はもう後で荷物ノアから持ってきて、この足元ここですね、ここに置くと思います。このポップアップ下げた状態での高さなんですけど 1310mm です。自分身長170センチなんですけど、もう背筋ピンと伸ばしても頭つきません。軽板とかと同じぐらいの高さになると思うんですけど、軽板の場合は端が下がってるんですよね。でもこれ真四角なんで、この端まで高さがキープされてます。なのですごく広く感じます。で一番後ろから前までの長さが 2450mm です。で左右室内の幅が 1370mm です。もう見てもらったら分かるんですけど、ここにマットを引くと全面ベッドになります。なので端から端まで使えますね。横幅 1370mm なんでセミダブルより広いベッドになります。今から行く場所なんですけど、今日は RV パーク泊まります。この近くにホテル海洋閣というホテルが RV パークもやっていますんで、今から向かいます。目の前にかなり急な上りが出てきました。はい、今上りに入りました。現在60キロで走行しているんですけど、速度がちょっと押してきたんで踏み出しました。すると再加速して60キロをキープしてます。もうちょっと踏んでいます。普通に加速してくれます。結構急な上りだったんですけど、全然ストレスを感じません。これだったら高速道路の途半車線も問題ないと思います。はい、少し日が暮れてきました。まもなく RV パーク到着します。はい、到着しました。ホテルの目の前、三河湾が見えていてすごい綺麗です。はい、受付してきました。ホテルの前にトゥクトゥクがあります。ここが RV パークの駐車場なんですけど、もうすごい斜めってます。一旦ホテルの方行って受付してきます。はい、ホテルぐるっと回らなければならなかったんで、急な坂もあって結構離れていました。でこちら RV パークの電源ありの方はこちらのすごい斜めのところですね、こちらなんですけど、電源なしで良ければもうここ一体どこ止めてもいいようです。
こっち側結構平坦なんですよね。なんでトレーラーだけこっち側に止めます。トイレはこちらのようです。で、ゴミ捨てる場所もすぐ近くにありました。ゴミの料金は別途必要で110円かかります。で、RV パーク自体は4000円で、お風呂入られる方は別途1200円必要で、お風呂はもう何回入ってもいいようです。夜は12時まで、朝は6時からお風呂入れます。さあ、そしたらここ車全然いないんで、ちょっとバックの練習も兼ねて駐車してみます。さあ、どうでしょうか。かなりゆっくりなんですけど、なんとかマスの中に収めることができました。やっぱりちっちゃいですね。後ろまだこんなにも空いてます。で、まだ前も余裕あります。ちょっとこっち寄っちゃいましたね。で、反対側はこんなにも空いてます。さあ、そしたら今日はもうここで車中泊します。で、ノアなんですけど、一旦切り離して違うマスのところに入れます。で、この後温泉とか、もし買い物とかコンビニに行くことがあったら車だけ移動します。結構この坂が急で歩くんで、受付のスタッフの方も温泉入れるときはもう車で登ってきた方がいいですよとおっしゃっていました。それでは一旦切り離します。まずはこの2つのチェーンですね。これ安全用につながれているそうです。これを取ります。で、もう1個つながってる、これは配線だそうです。これを取るともうこっちが光ってないですね。で、一応怖いんでさっき輪止めしておきます。さあ、次はこのタイヤを取り付けます。そしてこのくるくる回すレバーを回していくと、このトレーラーが上がってきます。で、このレバーを外します。ここですね。ガンガン上がってきます。あ、外れましたね。これが外れてます。で、もう完全に浮いて離れています。で、トレーラーのブレーキを上げます。さあ、これでもう外れてますんで、車前に移動します。これでポツンと一つ軽トレーラーだけが残りました。もう海が見える絶景のポイントです。で、ちょっと前が上がってますんで、前下げておきます。はい、これで大丈夫ですね。だいたい平行になりました。では車内のセッティングしていきます。あ、やっぱり夜は綺麗ですね。このスポットライトと下の間接照明で柔らかい光の空間になっています。かといって暗すぎない、ちょうどいいですね。さあ、それでも早速ポップアップ上げて車内に車中アイテム積み込みます。ポップアップ上げる場合はここのボタンを押します。おお、かなりゆっくりだけど上がっていってます。自動で上がっていってます。で、途中で離すともう止まります。で、ここにね、ゴムみたいなのが入ってるんで、この生地が変に絡まらずに、もう手でこうやって広げたりせずにそのまま上がっていきます。で、閉まる時も何もせずに閉まるんで、この生地がすごいよくできてますね。普通ポップアップ開け閉めする時、こうやって中に引っ張ったりとかして、なんか変に挟まったりとかして外に生地がいかないようにかなり気を使いますが、これはその心配がないです。いいですね。じゃあ結構ね、時間かかっちゃうんで早送りでやってみます。かなり広くなりました。自分身長170センチなんですけど、立ってまだ全然余裕あります。一応カタログ見たら2メーターでした、室内高は。で、ここはポップアップテントのメッシュになってます。こっちがと2箇所あります。あ、これよう見たらここもチャックになってるんで完全に開きますね。ここ2つ開けるだけで風が抜けて車内が涼しくなりました。で、この生地は防水仕様なんで雨の日でも大丈夫ということです。ただ断熱性がないんで結構温度はダイレクトに伝わってくると思います。あと遮音性ですよね。横結構車通ってるんですけど聞こえます。
あまり遮音性はなさそうです。で、ポップアップ上げるとき気になったのが、電動でかなり使いやすいんですけど、長時間ですね、押しとかないといけません。安全性のためにゆっくり上げるように、ゆっくり閉めるようになってますが、結構押しとかないとダメなんで、なんかスイッチボットとかのスイッチですよね。それでトリガーモードとかあれば、もう押しっぱなしでずっと放置でもいけると思います。この辺は DIY でしてもいいですね。今回持ってきてないんですけど、ここに板を押して2階でも寝れるようになります。そうなると全面がベッドなんで、大人2人が余裕で眠れます。で、車中泊の荷物積み込んでお風呂行ってきます。セッティング終わりました。で、今回もこのソファーの下の収納は使ってません。ちょっと取りにくそうだったんで、この木のボックスに車中泊アイテム入れてるんですけど、もうこの足元ですね、ここに置いておきます。で、布団とかもこんな感じで端に寄せておきます。そしてあとここですね、窓はこのスライド式の窓で、網戸とシェード切り替えれます。スライド式の窓だったら横に車があっても比較的開けやすいです。キャンピングカーとかによく採用されているこの跳ね上げ式だったらね、横に車があったり高速道路など横を通るときはちょっと上げにくいんですよね。結構危ないんで。荷物搬入のとき暑かったんで12ボルトクーラーつけていました。やっぱりここから風が出るんですごい涼しいですね。もうこの部屋どこにいても涼しい感じでした。それではノアで移動してお風呂入ってきます。はい、それではゆっくり入っていきます。露天風呂は三河湾が一望できてとても綺麗でした。内湯はそんなに大きくないんですけど、トロトロの温室でした。朝早く起きて時間があったらもう一回入りたいと思います。それではいただきます。このサイズ感、一人使いにぴったりですね。軽自動車規格なんですけど、高さもあるし横幅もありますんで、全然窮屈な感じはしません。むしろ広すぎず狭すぎずザ車中泊という感じで結構好きなサイズ感です。現在のバッテリー残量は 70% ですね。ここのソファーの下にリチウムバッテリー入ってるんですけど、標準は 300Ah でオプションで 600Ah に増設できます。で、ここにコンセントがついてるんですけど、インバーターも標準で入っています。標準では 1500W のインバーター、そしてオプションで 2000W まで容量アップできるようです。もう普通の家庭用のコンセント使えますので、家電も使えます。後で IH 処理器で調理します。今回すごくいいなと思ったこのバッテリーシステムなんですけど、ネノジーのシャント300っていうのが入ってます。これシャント抵抗なんですけど、アプリで見ることができます。Bluetooth でつながります。普通はよくこの辺とかにバッテリーモニター、デジタルのパーセンテージ分かるやつあるんですけど、それは有線でケーブルをバッテリー庫内へ持っていかないといけません。でもネノジーのシャント300は無線なんで Bluetooth がつながる範囲でしたらどこでも確認することができます。なんか聞くところによると Bluetooth のモニターも発売されているようですが、それは結構高いみたいなんで標準ではついてないようです。結構アプリのつながりもいいんで、これで確認できればいいですよね。残量や現在何ワット消費されているかもわかります。さあ、それではお腹も空いたし、
電気が余りまくってますんで、この IH ヒーターで調理して電気使用します。シンクはないので、洗い物出ないように調理していきます。もう一個テーブルありますんで、セッティングします。このテーブルなんですけど、この折りたたみの足を広げて、ここのバーのところですね、ここに引っ掛けます。で、ロックします。これでかなりしっかりとしたテーブルができました。ここで調理していきます。この美味しそうな2割引きのお作りと、で、面白いの見つけました。これ、肉巻き餃子っていうみたいです。だから肉の中に餃子があります。これ、めちゃくちゃ美味しそうですよね。一回焼いてみます。ちょっと焦げちゃいましたが、美味しそうにできました。それでは、お刺身からいただきます。ごちそうさまでした。美味しかったです。肉巻き餃子ありですね。ただやっぱり換気扇などがないんで、料理はかなり気を使います。なんか聞くところによると、この天井にルーフベント、換気扇を作れるそうです。そのオプションめっちゃいいですよね。その場合はソーラーパネルの容量が減るらしいんですけど、自分のスタイルによって換気扇にするか、ソーラーパネル大容量にするか考えるのも楽しいですね。実際に軽く調理してみて感じたことなんですけど、ここのテーブルすごい使いやすかったです。こっちでも調理できるんですけど、ちょっとぐらつきがあったりと、あと小さいんで、食べるのと調理兼用にすると、どこか毎回に物を置いたり出したりしないといけません。それでこのサブテーブルがあれば、こっち側も調理台みたいな感じで使えますんで、こっち側のテーブルはもう食べるように使えます。あとここはもう3点でがっつり止まってますんで、かなり安定性があります。こういった IH 調理器なども安心です。ちょっとこっち側だったら揺れるんで怖いですね。それではもう歯磨きして、あとベッド展開も済ましておきます。で、ゆっくりゴロゴロくつろぎます。今回シンクがないので、シンクの内容の歯磨きセットを持ってきました。凝固剤と防臭袋を使います。はい。一人で寝るには
贅沢なぐらい広いベッドが完成しました。ちょっと実寸測ってみます。まずは横幅ですね。こちらが137センチ長さなんですけど、一番端からここまでが約180センチですね。長さは180なんですけど、まだ奥はスペースありますんで DIY とかであれば拡張できそうです。じゃあ今日は下に敷くシーツとタオルケット持ってきましたんで、こちらで眠ります。車内は25度、外は 22.8 度、ちょうどいいですね。でも朝方は暑くなりそうです。もう全部閉めておきます。電気結構余ってますんで、温度高めにして弱冷房という感じで寝ます。現在のバッテリー残量は 66% ですね。これはもう家のベッドより広いです。ぐっすり眠れそうです。寝返りももう余裕で打てます。こっち側に一人寝るとして、でこっち側もう一人全然余裕でいけます。子供が小さかったら親子3人でなんとか寝れるかなぐらいの広さです。明日はあれですね、ここの後ろ開きますんでパカッと開けて三河湾見ながら朝食食べてみたいですね。雨降らないことを祈ります。いやしかしトレーラー走行かなり心配していました。でも走る分ではもうパワー問題ないし、全然後ろに何かを引っ張っているそんな感覚がありませんでした。やっぱり軽トレーラーなんで軽量なんですね。ブレーキもよく止まります。自分の乗ってるキャブコンと比べたら走行性能はもう全然こっちの方が上です。ただバック癖になりますね。逆になるようです。ステアリングの回し加減が難しかったです。明日もどこか行ったら必ず駐車はあるので、もうちょっと練習したいですね。そんな気持ちです。なんかトレーラー食わず嫌いでしたね。実際に使ってみると楽しいです。こうやって旅もいいんですけど、なんか家の庭とかちょっとしたスペースに置いとくだけで部屋が一つ増えるような感じで使えそうです。なんか使い方次第ではいろんな可能性がありそうです。明日ももうちょっと走行して慣れたいですね。この軽トレーラーでちょこちょこ散歩します。楽しみです。おはようございます。よく眠れました。雨が降ってますね。結構この道路車通りが多くて、夜も何台か走っていました。ポップアップなんで音は聞こえましたが、自分はよく眠れました。これ Apple Watch の睡眠の質がわかるアプリなんですけど、この赤が覚醒で睡眠の質があんまり良くないところなんですけど、序盤にちょっと軽く1回だけあって、朝方起きるときに覚醒があるぐらいで、あとはもうしっかり深い眠りでした。熟睡してますね。寝心地なんですけど、ちょっとマット固めな感じがしました。ただ自分も問題なく眠れました。今日1回だけならもうこのままでいいんですけど、連泊するならもうちょっと分厚めのなんか下に敷くマットが欲しいなという感じもします。一旦エアコン切ります。エアコン一晩つけていて、現在 63% ですね。あんまり減ってないですね。この 12V クーラーはオートで使用していました。そんなに暑くなかったんで、もうほとんどコンプレッサー回ってなかったのかなと思います。ほぼ除湿みたいな感じですね。それで使っている感じでした。眠気覚ましにコーヒー、この紙パックに牛乳を割っていただきます。このレイアウトもなかなかいいですね。もうここに足も下ろせますし、結構テーブルがしっかりしてますんで、ここで調理したり飲み物飲んだりも可能です。こちらはもう常設ベッドになりますんで、眠たくなったらゴロンとできます。今日はこのレイアウトで過ごしてみます。はい、じゃあ荷物はこのソファー下置いときます。ここを収納として使うのも
いいですね。さあ、そしたらバックドア開けてみます。もうずっと雨降っているんですけど、この生地大丈夫そうですね。あんまりでも濡れてません。上の屋根がですね、生地の外が出てますんで、傘みたいな感じになっています。これが横殴りの雨とかなってきたらもうすごい濡れそうですね。ただ防水性ありますんで大丈夫そうです。あ、モーターみたいなのがあります。これでダンパーを動かしてるんですかね。ここの RV パーク本当広いですね。あいにくの雨ですが三河湾しっかり見えています。晴れていたら対岸まで見えてもっと綺麗そうですね。はい、じゃあ後ろ開けてみます。おお、これはいいですね。ここから景色が一望できます。しかもこんな感じで花屋式なんで、これが屋根の代わりになって雨はかかりません。横流りとかだったらダメだと思うんですけど、小雨程度なら大丈夫です。いや、なかなか面白いですね。ここ歩道なんで、もし人が歩いたらこんにちはしないといけません。でも景色は最高です。じゃあこの海見ながら朝食をいただきます。昨日スーパーでピザ買っていました。もうこれをアルミホイルに包んでフライパンで温めます。それではいただきます。熱々で美味しい。電子レンジなくてもすごいカリッと中はふっくらしていて、このフライパンで温めるやり方も全然ありですね。美味しいです。この開放感はキャンピングカーにはなかなかできないですもんね。今回ちょっと車通り多い場所だったんですけど、車通りの少ない場所、海岸線やキャンプ場などだったらもう外にいるのと変わらないんで、かなり開放的で気持ちいいでしょうね。ごちそうさまでした。満足しました。それでは片付けて次どうしましょうか。高速道路走ってみましょうかね。ちょっと怖い気もしますが気になります。走行性能がやっぱり旅行くなら絶対高速道路使いますもんね。一般道では問題ない走りだったんですけど、高速道路で走行性能気になります。特に直進安定性とかですね、後ろにトレーラー引っ張っていたら不安定になりそうな気もします。その辺確かめたいですね。あ、ちょっと車内お水入ってますね。ここから来てますね。斜めになってますんで、この間ですね、ここにお水が溜まって流れてちょっと入っています。やっぱり雨の日はやめておいた方がいいかもしれません。じゃあこの扉閉めておきます。これ結構軽いんで開け閉めしやすいです。ではポップアップも閉じておきます。はい、ポップアップ閉じました。やっぱりこの生地優秀ですね。全然引いたりせずに、もうボタンを押すだけで綺麗に閉まってくれます。この電動ポップアップなら頻繁にポップアップしようという気がします。やっぱりこのポップアップ閉じるとすごいコンパクトになって可愛いですね。ではゴミ捨てて、この輪止め取って結合して出発します。はい、ここにありましたね。ゴミ、燃えるゴミと燃えないゴミ分別されています。いや、初めてのトレーラー車中泊はこ
このアルビーパークで良かったです。すごい設備も広くて駐車もしやすく、温泉もあって露天風呂の景色も最高でした。ここの電源サイトを利用される方だけレベラー必須って感じですかね。かなり斜めっています。その他は結構平坦なところがところどころあります。であちらのドッグランのところの前なんですけど、もう縦に2枠ありますんで、トレーラーとかもそのガンと突っ込んでトレーラーを切り離さずにそのまま駐車できそうです。この軽トレーラー、大事なことを伝え忘れていました。ルーフには標準で 175W のソーラーパネルがついています。トレーラーということで走行充電ができません。なのでソーラーパネルからの充電か、あとはもう外部充電ですね。家のコンセント挿して充電するか、そうやって中のリチウムバッテリーを充電するしかありませんが、このソーラーパネルかなり強化されています。この車体下にこうケーブルあるんですけど、これソーラーパネルのケーブルです。これをですね、こういった最近軽量な折りたたみ式のソーラーパネルが出ています。これは 400W なんですけど、1つなんで2つで 800W です。こちらをキャンプ場や RV パークなどではもう横に広げて置いちゃってつなぐことができます。で、横に置けない場合なんですけど、このボディの側面、ここにフックか何かを将来的につけてここにぶら下げるようにするらしいです。何方向かつけれるようにすれば、その太陽の出てる方向に2つパネルをすればかなり発電されると思います。もう天気のいい日でしたらソーラーパネル 400W2 つで 800W、 そしてルーフの 175W なんで合計で 1000W 近いソーラーパネルがあります。なので 800W900W は充電されると思います。そのぐらいの充電量があればオフグリッドでもうクーラーやパソコンなど使いたい放題です。なんで事務所としても成立しますね。300万円でミニオフィスができると思ったら結構面白いですよね。さあ、それでは連結します。はい、これノアのバックカメラなんですけど、これちょうどですね、バックカメラがトレーラーの連結する部分をアップで映してくれてます。これは LS ですね。はい、どうでしょうか。大体いけますね。で、このトレーラー結構軽量なんで、もう手で押しても動くそうです。で、サイドブレーキを解除します。ではこれまたくるくる回して下げていきます。なんかこれもうこのはまりそうです。レバーがこれで降りました。じゃあもうこれタイヤ上に上がって下についてない状態です。でまたこのチェーンを2つしておきます。そして信号のケーブルを挿します。さあ、そしてこれタイヤが外れますんで外しておきます。あとは輪止め取ります。無事初めての1人で連結が完了しました。だいたい5分ぐらいかかりました。慣れたらもっと早くできそうです。で、意外とですね、このバックしてここに持ってくるのが簡単でした。バックモニター搭載している車なら簡単だと思います。やる前は自分にできるか不安だったんですけど、意外とできるもんですね。こういった連結のデメリットがあるものの、車内が広くなったりとか、トレーラーヘッドの前の車に荷物を全て置いたりできますんで、かなり空間を有効活用できます。トレーラーもメリットデメリットがあってかなり奥深いなと思いました。さあ、それではあとは高速道路ですね。走ってみます。はい、ありがとうございました。今からエムズアートさんの方面に行くんですけど、なんか高速道路がなくて国道23号線ですかね、豊川バイパスというのがあるそうです。なのでバイパス道路を走行してみます。ちょっとコンビニ寄ってみます。いけますかね。さあ、バック駐車です。逆に切るんですよね。バックモニターよりこうやって直接見た方がなんか後ろの挙動分かりやすいですね。なんと切り返しなし一発で決めれました。どうですか。輪止めギリギリまで行けました。トレーラーはもうほぼまっすぐじゃないでしょうか。ただ前の車ちょっと曲がってますが、一旦もうこれですぐ出ます。今回はもうコンビニに全然車がいなくて駐車場全部空いてました。なので止めやすかったです。時間はちょっとかかりました。ちょっとこれマナー違反ですかね。車が多いところなら難しいと思うんですけど、一回ちょっと店員さんに聞いて大丈夫そうでしたらコーヒーだけパッて買ってすぐ戻ってきます。
こういった大型のところがね空いていたらよかったんですけど、でもやっぱり大型はトラックの運転手さんの休憩用に取っておきたいですよね。はい、短時間でアイドリングストップしていれば問題ないということでした。この辺はコンビニによるでしょうね。ここからバイパスですね。うわ、これめちゃくちゃ混んでます。渋滞ですね。高速域で走行してみたかったんですが、これはもうしょうがないですね。しばらくこれで走行します。はい、空いてきましたね。よかったです。今車の流れに乗りながら走行車線走っています。でしばらく走ってみたんですけど、もう全然直進不安定なんかなと思ったんですけど、普通の車ですね。全然問題ないです。結構高い場所にあるんで、横風もまあまあ吹いてるんですけど、安定しています。少しの時間でしたが、バイパス走行できてよかったです。では近くの公園で休憩しつつ、このトレーラー車中泊で感じた良かったところ、いまいちだったところをお伝えします。いいところに公園の駐車場ありました。駐車完了しました。こういうのがベストですよね。前に駐車場があって、でもう輪止めもなく、すぐ後ろも駐車場がある。この状態がトレーラーは一番止めやすいです。伝え忘れている情報ありましたんで、そちらをお伝えしておきます。この最大積載量ですね、こちら決まってます。100キロまでです。トレーラーはですね、トレーラーの重さによって前の車変わるそうです。この車は軽自動車では牽引できないようです。ただ中のバッテリーとかですね、抜けば軽くなるんで、軽自動車でも牽引可能ということです。なので軽自動車などで牽引したい方はトレーラーを軽量にする必要があります。サブバッテリーをポタテンなどにして対応すれば軽自動車でも牽引可能ということです。この車の後ろに取ってあるんですけど、これは押すようだそうです。もうこのまま押して移動できるようです。どのぐらい軽量に作られているか分かると思います。トレーラーの前方右側には外部電源の入力口があります。あとトレーラー内にシンクがないんですけど、必要な方は相談していただければ設置可能ということです。価格は309万8000円で、納期は半年ぐらいだそうです。では最後に実際に車中泊してみて感じたことをお伝えします。一言で言えば、軽トレーラーは移動型オフィス、そんな感じがしました。もう部屋がそのまま移動する、そんな感覚でした。走行面では長距離も問題ない。むしろキャンピングカーより走行性能はいいです。ただどこでも駐車できるわけではないので、しっかり目的地を決めて移動する感じでした。乗り心地がいい理由の一つとして、トレーラーの衝撃や揺れはトレーラーヘッドには伝わりにくかったです。これは乗ってみるまで分かりませんでした。もう完全に乗り心地はノアそのものでした。では内装などメリットデメリットをお伝えします。まずはデメリットからいきます。これ自分的には今回の車中泊で使ってみて一番気になりました。ここなんですけど、ちょうどね座ったら角に頭が軽く当たります。こんな感じで一周エアコンのダクトが通ってます。でその分ちょっと張り出してる感じですね。ここに座るときに後ろにクッションとか置いて、もう前の方ですね、この辺座れば頭当たりません。自分は結構背もたれに背中持たれて座っていたんで頻繁に当たりました。なんかクッション貼りたいなって感じでした。クーラーはね、この位置すごいよく冷えたんで一長一短がありますね。なんか片方だけなくすとか、そんな工夫があってもいいかなと思いました。次は収納なんですけど、まずこの上部収納はもうありません。逆にあったら、ね、結構邪魔になると思うんでなくていいかなと思います。あとはもう下に置いちゃうか、この足元置いちゃうか、もしくはこの汚れの大きいソファーの下ですね、この中に置いちゃうかですね。この辺床に置いてしまうと見た目もごちゃごちゃしちゃいます。せっかくシンプルでおしゃれなトレーラーなんでスマートに乗りたいですよね。そうなるとここソファー下利用したいんですけど、結構これが取り出しにくいって感じですね。ここに穴あるんですけど、こう開けてもダンパーないんで、このガタなんか落ちやすいっていうんですかね、こんな感じになっちゃうんで結構なんか気を使うって感じですね。なんでこれ取ってまたこうしないとダメなんで、結局ここの取り出し収納しようと思ったら広大なスペースがいる感じになります。ここは何かワンアクションで取り出しできるように改善してほしいところですね。で次のデメリットなんですけど、これも実際に乗ってみるまで分かりませんでした。かなり揺れます。やっぱり三輪なんでキャンピングカーに比べて1個タイヤが少ないので揺れやすくなっています。一人で使う分では全然揺れても問題ないんですけど、同乗者がいる場合は寝てる時とか移動する時気使うと思います。
これはこの軽トレーラーだからというわけじゃないんですけど、トレーラー全体に言えることだと思います。なので別にスタビライザージャッキなど欲しいですね。ただせっかくコンパクトな軽トレーラーなのに荷物が増えちゃうところは少し残念ですね。次はこのメインのテーブルですね。ここにボールをはめてするんですけど、結構ねグラグラしました。ちょっと調理とかはしたくないかなって感じですね。なんかキャンピングカーのこういったテーブルって結構揺れることが多いんですけど、なんかもうそういうものなんですかね。なので車内で調理したり何か作業する場合はこのテーブルあった方が絶対いいと思います。次のデメリットはこの靴の置き場ですよね。これ困りました。キャンピングカーとかも全体に言えることなんですけど、靴置き場がありません。ここ置いちゃうと雨とか濡れますしね。なので靴の脱げる玄関が欲しいなと思いました。で一旦脱いじゃえばもうここに立てかけるとかですね、そんなんがいいかなと思います。で最後のデメリットなんですけど、これがトレーラーの一番のデメリットじゃないでしょうか。バックが難しいです。もうこんな感じで両隣に行ったらとてもじゃないけど止める気がしません。今回3回ぐらい駐車してようやく慣れてきたんですけど、やっぱりでもゆっくり時間かけてしないと自分でも意図した方向にバックができません。なので道端にちょっとフラッと寄ろうという場所があってもなんか気軽に立ち寄る気がしませんでした。これは慣れるまで時間かかりそうです。なんかステアリング反対なんですよね。普通お尻を例えばこっち側に行きたいとしたらステアリングこう切ると思うんですけど、でこういう感じになると思うんですけど、トレーラーの場合は逆になります。こっちにお尻をしたい場合はこうじゃなくてこう反対側回すんですよね。しかもですね、角度によってなんか向きが変わってきますんで結構難しくて、なんか途中当たりそうな時もありました。なんかイメージとしてはですね、こういったボールがあってこれをなんか動かした時に指でこうやって押すんですけど、まっすぐ行ったらまっすぐ行きますよね。でただボールをこっち側に行きたい時はこう押すんじゃなくてこっちから押さないといきません。なんでなんか車をこうお尻をこう向けないと曲がらない、そんなイメージでした。なので最初脳がバグるんですよね。見ながらもうゆっくり右違うな左違うなみたいな感じでゆっくり行けば行けました。これは慣れたらいけると思います。でデメリットまでいかないんですけど、ちょっと番外編としてデメリットをお伝えしておきます。結構ね走行中は揺れたようでソファーとか立てかけていても倒れていました。なのでトレーラー自体走行中はめっちゃ揺れてるようです。荷物の固定はかなりしっかりしておかないと落ちると思います。では次良かったところお伝えします。一つ目は先ほども紹介した通り走行面はもうかなり有利でした。キャンピングカーとは比べ物にならないぐらい走行性能がいいです。これなら長距離も全く苦じゃないと思います。次に良かったのはこの電動ポップアップですね。これはかなりいいです。安全性もあってかなりゆっくり上がっていくんですけど、もうこの生地ですね、このゴムが入ってますんで収納するときに一時引っ張ったりとか出すときに一旦広げてとかそんな手間いりません。もうボタンだけでいけます。これは画期的ですね。昨日もお伝えしたんですけど、ここにスイッチボットを貼ってでトリガーモードっていうのがありますんで、それ押しといたらもうずっと押しっぱなしですね。そういったモードもありますんで、なんかスイッチこの辺に置いといてでリモートで操作できますんで、ポチってもう押したらずっと押しっぱなしして止まるまでポップアップが上がる、そんなこともできると思います。かなりゆっくりなんですけどスイッチボットを押せばもう自動で上がっていきますんで、その間は違う用意ができます。ちょっと自分試したわけじゃないんですけど今想像で喋ってますが、そういったものも試す価値があると思います。あとはシンプルにもうブラッシュアップしてもらって速度を上げていってもらうからですね。かなり可能性のある電動ポップアップだと思いました。ただデメリットとして遮音性や断熱性はかなり低いです。次は荷物がたくさん乗ることですね。この軽トレーラーじゃなくて前の車に乗せれますんで、かなり荷物をたくさん乗して旅に行くことができます。これはこの軽トレーラーだからじゃなくてトレーラー全般のことなんですけど、実際にトレーラーで旅に行ってみてかなりメリットだなと思いました。なんかよく出し入れするものじゃなくて、例えば電動のホットプレートなど大きいものであまり出し入れしないものなどはこちら側に乗せておいて、で使う時だけ持っていく、そんな使い方がいいかなと思いました。次すごいいいなと思ったのはこの照明ですね。かなり明るくておしゃれで夜でも雰囲気があって明るく過ごしやすかったです。以上が実際に車中泊してみて感じたメリットデメリットでした。そもそもこの軽トレーラーが何も設備のないシンプルな空間なのでメリットに挙げる項目も少ないんですが、何もないからこそ自分の使いやすいようにカスタマイズしていく楽しみがありそうですね。結構キャンピングカーって使わないものついてることが多いですよね。それがないっていうのはいいですよね。300万円でクーラーのついた部屋が手に入る、そんな感じでした。キャンピングカー乗りとして旅に行って強く感じたのは、キャンピングカーとキャンピングトレーラーは
近いようで別の使い方なんだなと思いました。キャンピングカーは移動がメイン、各地移動しながら旅をする。トレーラーはどっしりと拠点を作る、そんな感じがしました。もうキャンプ場とか RV パークで切り離しちゃって、でトレーラーヘッドで観光や旅に行く。そうするとどこでも行けるし快適だと思います。で旅が終わるとまた家に戻ってくる、そんなイメージです。今回軽自動車タイプのトレーラーだったんでかなりコンパクトで移動はしやすかったんですが、それでも駐車場所は気を使います。キャンピングカーも駐車場の下調べはするんですけど、トレーラーの場合はさらによく調べておいた方がいいなと思いました。こういった2台10列駐車できる場所が一番いいですね。なので北海道とかは駐車場とかもかなり多くて、トレーラーで旅してる方たくさんいますんで、トレーラー車中泊の旅は北海道向いてると思います。知らなかったトレーラーの世界体験できて楽しかったです。家の庭に一つ欲しいですね。普段は部屋として、そして週末は部屋ごと移動させる感覚で食べに行く、そんな使い方もありかなと思いました。それではエムズアートさんに向かいます。はい、エムズアートさん戻ってまいりました。で開発中の面白い車見つけたんでちょっと撮ってみます。これ N 版なんですけど面白いレイアウトでした。ここがね常設ベッドになっていて、なんとここに薄型の 12V クーラーがあります。後ろから見るとこんな感じです。こんなにスリムなんですね。 N 版は一人使いの場合10席もフラットになりますので、かなりベッドの長さがあるんですよね。なのでここのスペース取ったとしても普通に180センチはあります。こちらもまた完成したら撮影に行きたいと思います。